じゃ不気味度を魅力じゃ。今回は PC エンジン CD ロムのスーパーシュバルツシルトをプレイしていくのじゃよ。前回エピソード4の前半で終わってしまったので、その後半じゃな。それでは艦隊の修理をしつつ前回までのあらすじじゃ。ソマリ政権北方の支配を目論む軍事国家ロッサリアらの三国同盟との戦いに巻き込まれたオラクレムは、友好国ラターニアの助けもあり、ロッサリア・ゲルーマンとの戦いに勝利した。しかし三国同盟で唯一残ったブレイブリーは軍事大国エスパニアンの庇護を受け、傭兵コッタもオボルハンと共にオラクルムに戦いを仕掛けてくる。エスパニアンと大国イストラムーの戦いも始まり、ソマリ政権全体を巻き込む大乱が幕を開けた。中央十字星団の戦いは制したものの、ブレイブリー主星の直前にある惑星ゲルシスでの戦いに敗れて一歩後退じゃ。一度にブレイブリーともオボルハンの艦隊に迫られてボコボコにされてしまったので、一旦は十字星団まで退いて体勢を立て直すのじゃよ。改良が進んで対艦攻撃力の最大値が上がったのがありがたいな。しっかり改装して資材を割り振っておくのじゃ。とりあえずは水際で敵の攻撃を防ぐために艦隊を出しておくのじゃ。惑星に駐留させたままだと負けたら惑星を取られてしまうが、あえて惑星から出撃させておくことで手前で食い止める作戦なんじゃよ。とりあえずここは守りきらないといけないのじゃ。第一艦隊は未だに全艦が旧型のフリオス級のままなんじゃよ。バウマン提督には申し訳ない。とはいえ、さすがバウマン提督、敵の最新鋭ティラゴーン級の2艦隊を撃退してくれたのじゃ。タッカーさんの第3艦隊はなぜか全艦が最新のナイバート級なのじゃ。こちらは安定の2艦隊撃破じゃな。なんとか忍びきったのじゃよ。今度こそ惑星ペルシスを占領するのじゃ。ラターニアはイストラムーの救援に2艦隊を派遣してくれているので戦力が少ないな。
こで悩むのはどの艦隊で惑星ペルシスを攻めるかなのじゃよ。占領するのは簡単じゃが、ブレイブリーの主勢の目の前なので、次のターンで絶対に攻め込まれるのじゃ。守れるだけの戦力がないと、前回と同様にまた取り戻されてしまう。着任したばかりのカーク准将率いる第4艦隊にまずは惑星ペルシスを落としてもらうのじゃよ。全艦が最新のナイバート級で揃えてあるので、中流艦隊が2艦隊くらいの敵なら十分いけるはずじゃ。問題はここからじゃな。資金が足りなくて最新のナイバート級に買い替えるどころか修理だけで精一杯じゃな。この辺りからは体力といった継戦力の最大値が増えるので、資金で修理するより資材を使って修理する方が効率が良くなってくるのじゃ。何しろ資材での修理は一つで必ず最大値まで回復するからな。資金で修理するとあっという間に資金がなくなってしまうのじゃ。第一艦隊は修理する資材もないな。戦えそうな残りの台に第三艦隊をペルシスに駐留させて、あとはこれで守りきるしかないな。ただここで守りきれれば次のターンではブレイブリーの主勢を占領できるのじゃ。ブレイブリーの4艦隊からの猛攻をなんとか防ぎきったのじゃよ。敵も味方も数が増えたのでどうしても戦闘が長引いてしまうな。さすがに第2艦隊は敗退してしまったのじゃ。おかげでブレイブリーの主勢は中流艦隊がゼロになったな。あとは第3艦隊を修理してブレイブリーの主勢コラッサを占領するだけじゃ。
さらばグレイベリー。ついにブレイベリーを滅ぼしたのじゃよ。この戦乱のきっかけであるロッサリアから始まった三国軍事同盟との戦いもやっと終わったのじゃ。早速防衛のために艦隊を移動させたいところじゃが、どの艦隊もボロボロじゃな。しかも資金がないので、新型艦への買い替えどころか修理も満足にできないのじゃよ。とりあえず第一艦隊は諦めて他の艦隊でなんとかするのじゃ。修理する資金がないので、第一艦隊は資材で修理するべく一旦は出撃じゃ。グレイベリーを攻略したので、約束通りにワルキリアが参戦してくれたのじゃよ。しかも演習に巻き込まれたといった手前にするなど、ただ単純に参戦というわけではなく、いろいろと政治的な背景を感じさせるシナリオなのがまさにシュバルツシルトらしさなのじゃよ。あと残るのはモーゴル藩だけじゃな。惑星は残り2つじゃが、その前にある重要塞が厄介じゃな。要塞を破壊するためには爆弾装備に改装しないといけないので面倒なのじゃよ。とりあえずは第一艦隊で中流艦隊を減らすのじゃ。あとは要塞だけじゃな。
第2艦隊を要塞専用の爆弾装備に改装じゃ。正直ちょっとめんどくさい。まあ要塞だけだし、そんなにがっつり改装しなくてもよいかな。ありゃ、負けてしまった。ちょっと甘く見すぎてしまったようじゃ。第4艦隊はしっかり改装して再挑戦するのじゃ。要塞は無事陥落させたし、ラターニアの艦隊は戻ってきたし、あと少しじゃな。バルキリアは長年中立を守ってきただけに、それに見合う戦力も持っているようじゃ。スイスみたいな国じゃな。お、そしてモーゴル藩のターキン提督からも通信が来たのじゃ。契約をしたからには最後まで仕事をやり遂げるという、まさに傭兵国家としての誇りじゃな。できながら敬意に値するのじゃよ。カーク准将の第4艦隊は要塞戦の装備のままだし、一旦は交代じゃな。残すはモーゴル藩の惑星2つ。
ま一気に押し切るのじゃよ。久々に新型艦を配備できたのじゃ。とはいえ贅沢できるほど資金はないので、修理は資材での修理じゃな。このプレイではクリアを優先して結構強引に攻め込んでいるのじゃが、もちろん資金を貯めて全艦隊を新型戦艦にして戦力を十分整えてから攻め込むのもありじゃ。貨幣を持って戦術の工夫で戦うもよし、戦力を揃えて敵を圧倒するもよし、自分の好きなスタイルで楽しめるのがこういう戦術シミュレーションの楽しさの一つなんじゃよ。ありゃ、機関を狙われて負けてしまった。まあ、こういうこともあるのじゃ。とりあえずは第二艦隊を修理して突っ込ませるかな。残りの第1艦隊、第4艦隊は先ほども言った通り修理する資金がないので、出撃させた後に資材で修理するのじゃよ。ラターニアの艦隊も来てくれているが、
道が狭いのであまり役には立たなそうじゃな。こんな感じで資材で修理した方が資金を使わないで済むのじゃ。まあ後で惑星に戻った時にまた改装して資材を割り振らないといけないのが面倒じゃが。惑星帰着の駐留艦隊は2艦隊か。まあなんとかいけるかな。よし、これであとはモーゴル班は守勢を残すのみじゃ。第4艦隊を改装して爆弾装備から元に戻すのを忘れていたのじゃ。これでは資材で修理ができない。ここまで戦力に差がついてこちらの勝利がほぼ確定してしまうと、あとは消化試合というか作業プレイになって結構面倒くさくなってしまうんじゃよね。むしろ戦力が拮抗している時や不利な時の方が緊張感もあって楽しかったりするのじゃ。これも戦術シミュレーションゲームをプレイしている時のあるあるじゃな。とりあえずは艦隊の修理をしつつ占領した惑星帰着に戦力を集中じゃな。ここを守り抜かないと姿勢には近づけないのじゃ。あまりやりたくはないが、ここは一気に資金で修理して惑星帰着の防衛に回すとするか。第一艦隊は旧型艦しかないし、敵艦隊を減らしてもらおう。結構第一艦隊が頑張ってくれたのじゃ。さすがエピソード1から登場しているバウマン提督、頼りになるのじゃよ。
ちなみにこのゲームでは艦隊司令官による能力の違いとかはない。本家のシュバルツシルトシリーズでは司令官によって艦隊戦が得意とか惑星戦に強いとか防衛戦に補正がつくとか司令官の得意不得意があって、また戦闘が楽しいのじゃよ。いよいよチェックメイトというところじゃな。次の敵のターンでおそらく敵の全艦隊からの攻撃を受けることになるが、それを防ぎきればあとは艦隊を失った敵のシュセイター2が残るのみじゃ。こちらは1艦隊でも残っていれば十分だからな。見事に防ぎきったのじゃ。ダーキン提督には悪いが敬意を持って決着をつけさせてもらうのじゃ。ついにあとは三国同盟の背後で支援していた軍事大国エスパニアンを残すのみじゃな。ご用でしょうか。イストラムーのサンデッカー提督につないでくれないか。承知しました。お待ちください。クリスタンの有能秘書っぷりが素晴らしい。お待たせしましたかな。早速だが、ワリキリワとの同盟の件、進展は見えたのか。難しいところでしてな。ワルキリアは先の一戦で実質的に反エスパニアンの立場を明確にしてきたのですが、未だ我々との同盟には消極的で。非同盟中立の伝統か。アメジスト女王陛下自身は必ずしもその伝統とやらを貫くおつもりはないのですが、国内の保守派が難色を示しておりましてな。あの若さで国を治めているだけに苦労は絶えないというわけだな。それは陛下にも言えることですな。いや、不幸中の幸いとでも言うのか。反乱の一件が我が国を勝手にまとめてくれたのだ。ご謙遜を。反乱などなくともあなたは立派に国を治めておられたでしょうぞ。それは痛み入る。何の真実を言ったまで、名君との噂は政経中に広まっておりますからな。もうよい。名君ならこうも戦を繰り返すまい。この皮肉めいた言い方がアルシオンらしくてよいと思うのじゃ。これは申し訳ない。ご存知の通り、我々はエスパニアンを国境まで押し戻しはしたのですが、敵は驚異的な速さで戦力を増強させておりましてな。現在分かっているだけで16個の艦隊を前線に展開させております。こちらは4艦隊しかないのにエスパニアンは16艦隊とか互角ではあるのですが、グラフツラ恐るべしか。我が国王は一刻も早く戦にけりをつけたいとお考えでしたが、攻め入るには何とも戦力が頼りない。消極的封鎖しか手はない。まずいな。
残念ながら。ちょっとお待ちを。吉報ですぞ。ワルキリアが参戦を決意してくれました。出てきたか。アメジスト女王陛下も負けてはいないということですな。都合20艦隊になるな。これで話は早い。かねてより決めおきました作戦を決行いたしますぞ。アルシオン殿、貴国はラターニアと共に北方中域からエスパニアン領に侵攻してくださらんか。多分貴国が今回の主役となりましょう。残りの3方面は西をワルキリア、南をアウンインカ、東を我々イストラムーが担当し、敵の兵力分散を誘いましょうぞ。しかし北方中域は進行距離が長く、主力とするには不適当ではないのかな。必ずやエスパニアンはその主力を我がイストラムー側に展開させるでしょうぞ。グラフツラーにとってイストラムーこそが目障りなのですからな。それを逆手にとっての作戦か。作戦開始は3日後ということで、他の国には私の方から作戦を伝えておきます。よろしく伝えてくれ。武運を祈るとな。クリス。はい。状況。ご命令通り惑星ティカルの攻略と同時に同星へ総司令部を移動いたしました。艦隊は全艦隊が集結を完了いたしております。ラターニアの方はどうだ。惑星チチェンに集結中とのことです。3日後のイ作ストラムー戦開始にはやオラ間に合うのか。クルムなど互今日明日中に角連合は集とエ結スカニア完了とン一国で申しておりましたので、ようやく互角とはまさに最大の敵じゃな。このまま一気に型をつけたいものだな。ついにエスパニアンとの決戦が始まるというところで、今回はここまでじゃ。では次回もよろしくな。